炊飯器ってどこのメーカーが美味しいのですか？実は僕が家電を接客している中で一番解凍に困ってしまうのが炊飯器。家電の中で最も難しいと感じているくらいの本当に奥深いのが炊飯器なんです。味の好みは人それぞれ。でもお客様の希望や好みを聞いて炊飯器を提案しているのです。そこで今日は人気の圧力 IH 炊飯器をメーカー別に解説していきます。いらっしゃいませ、家電の虎です。先に言いますが、どこどこのメーカーが一番美味しいですみたいなお話はしません。何台も販売をしてお客様から感想を聞いたり、メーカーからの情報を踏まえて、今回はメーカー別の特徴をお伝えしていきます。まず1番手、パナソニック。踊り炊きの名前はご存知の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。可変圧力技能で炊くことで、お米を踊らせるほどの爆発的な沸騰でその名前がついています。実は特許の技術なんですよ。ほとんどのメーカーの上位モデル炊飯器は圧力 IH 炊飯器タイプです。圧力が上手に使えると何がいいのかを簡単にご説明いたします。大きく2つですね。内釜の中で対流が起きてお米が動き回るのでムラなくふっくら炊き上がること。そしてお水の沸点が100度以上になることです。パナソニックの踊り炊きモデルは105度で沸騰するので、その分高い熱がお米に加わり、激しい対流によりお米にまんべんなく熱が行き渡るのがポイントとなっています。内釜にはダイヤモンドフッ素によるコーティングを施しているのが特徴。細かい泡を発生させてお米一粒一粒に熱を加えてくれます。他にもお米の銘柄に合わせて炊き方ができたり、お米の鮮度をセンサーによって見極めて最適な炊き方をしたり、特にお米の種類にこだわっているお客様からは、自分が食べている銘柄用のコースがあるのが嬉しいなんてご意見をいただくこともありますね。美味しく炊飯するための機能が満載なのがパナソニックです。正直どれ選んだらいいか迷っちゃうなんて方にはパナソニックを選んでおけばまず大丈夫ですよってお伝えすることもあるくらいです。全体的にコンパクトなモデルが多く、本体のお手入れもしやすい形状のものが多いのもおすすめしやすいポイントだと思います。フレームの部分にステンレス加工をしている機種が多く、拭き取りやすいフラットな形状がおすすめポイントだったりします。購入されたお客様からも、美味しいしお手入れしやすいのが良かったや、内蓋が食洗機で洗えるのが楽でいいなんておっしゃっていただけますよ。食感としてどっちかっていうと、もちもち柔らかめに属しているメーカーです。ただ、柔らかすぎるってこともないですし、お米の粒立ち自体はしっかりしている印象なので、しゃっきりと柔らかの中間くらいですね。口コミなんかでももちもちふっくらしたお米が好評のようです。パナソニックをおすすめしたいのは、もちもちした炊き上がりが好きな方や、お手入れしやすい炊飯器を検討している方だと思います。一見違ったデザインのモデルをお探ししている方なんかにも興味を持ってもらえるラインナップも魅力ですよ。ちなみに最上位モデルは指定価格でお値段が安くならない点はあったりしますが、根強い人気を誇るメーカーです。あと、最上位モデルでも他社とは違い、内釜が軽量なのは女性に優しい設計だねとよく言われますね。地味に高いポイントですね。続いて東芝。一番の特徴は主力商品の 5.5 号一升炊きモデルには真空機能を搭載していることです。内釜の中の空気を抜いていくことで真空に近い状態にする機能で主なメリットが2点。一つは真空になっていくとお米が水をたくさん吸うようになること。吸水を促進でき、お米が芯まで水を吸い込むようになるので、内部に熱が伝わり甘みを引き出しやすくなるんです。ちなみに吸水を促進できるので、早炊きコースの炊飯時間が他メーカーに比べて短めなのもお客様から好評なんです。お米を水に浸す工程が短縮できるので、なるべく炊飯時間を短くしたい方に人気のポイントかと思います。こちらから切り出す前に、炊飯時間が早い機種ってないですかなんて聞かれるくらいですから。やっぱり今の時代、お米を炊くことに対しても時短を気にされるんだなって思います。もう一つは、保温時にも真空状態にするので、お米の酸化を抑制して美味しさが続く保温ができる点です。通常、炊飯器の最長保温時間は24時間。そこを東芝は最大40時間保温が可能です。黄ばみや匂いの発生を抑えてくれるので、まとめてたくさん炊いて保温しておくってお客様など、長めの保温を普段している方におすすめなんです。実際購入いただいた方からも、保温しても色が変わらないね。夜に炊いて次の日の昼に食べても美味しいよなんて感想もいただいています。個人的にはこの2つの特徴が決め手になってご購入いただく方が多いと思います。
あと、ちょっと変わったこだわりは、お水の種類によっての炊き分け機能ですね。上位モデルの2機種にのみ搭載されているんですが、お水の高度によって炊き方を最適化するといった機能となっています。特許技術としていて、公式でもお米の甘みが約23%アップしたって測定結果もあるみたいです。食感は比較的シャッキリめのタイプです。そのため、東芝はお米の粒感を楽しみたい方におすすめのメーカーだと言えますね。あとは、時短コースを使うことが結構ある方や、保温を長めにする方なんかにもおすすめのメーカーです。3つ目は日立になります。正直お客様の中では日立は炊飯器のイメージが薄いみたいですね。そんな日立、店頭ではミドルクラス以上のモデルは結構デザインでお客様の目を引いている印象も受けますね。昨今はマット調の白や黒をあしらったものが売れ筋にラインナップされていて、そこが気に入られることが多いようです。この炊飯器デザインが綺麗ですねなんて見た目から選択肢に入れていただける方も多いと思います。キッチンによく馴染む見た目です。なんて満足度の高い口コミも多いですね。他の特徴としては、炊飯時の蒸気レス、もしくは蒸気が少ない点だと思います。蒸気が出ない炊飯器ってありますかってご質問ってちょこちょこ店頭でもあるんですよね。そこに対応したモデルをお探しの方には有力候補として気に入っていただけています。あと、実は全てのモデルで内釜の6年保証を謳っているのも実は珍しいポイントです。一般的に内釜保証ってだいたい3年、よくて5年なんです。それを全機種6年に設定しているあたり、カーボンフッ素のコーティングにはだいぶ自信を持っているようです。個人的な感想ですが、確かに日立の炊飯器の内釜が剥げたって相談に来るお客様はあまり見ないように思いますね。そんな日立は数年前からしっかりした食感が好きな人に喜ばれる炊き上げ方になっています。外交内軟といって固めなんですが、噛めば噛むほど甘みが感じられるのが特徴ですね。僕も初めて試食した時はそのしっかりした噛み応えにびっくりしました。固めな食感が好きな方におすすめしやすいメーカーだと思います。好評な口コミとしてはやはりシャッキリしっかりした食感が良かったって方が多いみたいです。全体的にお求めやすい価格帯のモデルが多いので、お買い得だったけど思っていたより美味しいなんてご意見もあります。まとめると、しっかりと噛み応えがある炊き上がりが好きな方や、マットなおしゃれなデザインが好きな方におすすめです。また、蒸気レス、もしくは蒸気が少なめのモデルが欲しい方も、日立を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。では次4つ目、タイガー。このメーカーはほんと数多くの機種をラインナップしていますね。5.55 だけでも約10種類ほど発売しているのは圧巻です。タイガーの一番の特徴は土鍋、もしくは土鍋コーティングによる高火力ですね。お客様の中には土鍋でお米を炊いているって方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。土鍋って蓄熱性、発熱性が高いので高い温度が得やすいですし、遠赤外線効果でお米の芯までじっくり加熱できるので旨味を引き出しやすいんです。かつ細かく大量の泡も発生するので、お米を包んでお米同士がぶつかったりしにくく、旨味を逃がしにくい特性もあるので採用しているそうです。スタンダードクラスからミドルクラスは複数の金属で形成された厚釜に土鍋のコーティングで蓄熱性や遠赤外線効果をもたらしています。確かに購入いただいたお客様や口コミなんかでも、一粒一粒がふっくら炊けている気がするとか、甘みが感じられるシャッキリとした炊き上がりが好きなんて好評な点が目立ちますね。お手入れ面では内釜に取っ手がついていて持ちやすくなっていたり、フレームにお米のおねばがついても拭き取りやすい仕様だったりと、細かい部分にもこだわりが見られるのもいいですね。また、蓋のお手入れがしやすいなど、清掃性の良さをメリットに挙げる声も多いようです。本体サイズ自体は全体的に見てもコンパクトな方ではないので、ここは人を選ぶかもしれませんね。少量でも美味しく炊けるメニューや麦飯を美味しく炊ける専用メニューなども刺さる方には刺さる点ですね。普段は1、2合なんだけど家族が帰ってきた時は4合くらい炊くんですなんて方でも安心して5.5 合炊きをおすすめできるわけです。また昨今の健康ブームで麦飯や雑穀米を食べる方も増えていますから、体にいいものを美味しく食べられるっていうのも気が利いていると思いますよ。そんなタイガーの食感はどっちかっていうとシャッキリめタイプだと思います。特にお米の粒立ちを意識している機能が搭載されているくらいで、一粒一粒を味わいたい方におすすめです。そのためタイガーの炊飯器はお米のふっくらした粒感を楽しみたい方や、毎日のお手入れを少しでも楽にしたい方におすすめなメーカーです。他にも上位モデルだとおこげを意図的に作ることもできます。
おこげが好きな方や麦飯など健康志向の方にもおすすめしたいと思います。では次、5つ目、象印。阿部寛さんの CM や塩分炊きの名前でご存知の方が多いでしょうね。こちらもタイガーと並ぶ炊飯器で言ったらメジャーどころです。5.5 合炊きで約9種類、4号以下モデルが約8種類とラインナップも相当豊富です。本格的な高級モデルからおしゃれなデザインが人気のスタンシリーズなど、そのバリエーションも特徴の一つと言っていいと思います。もう一つの特徴は、鉄を仕込んだ内釜と構造を見直した IH ヒーターです。他のメーカーが土鍋や本炭だったり、銅やダイヤモンドのコーティングなど様々なこだわりを見せています。一般的に IH 炊飯器の底には IH ヒーターが1つ組み込まれています。なんとそれを4つ、上位モデルは6つ配置して加熱を操作することで内釜の中で激しい対流を起こしてお米をかき混ぜるんです。その結果、ムラなくお米の一粒一粒にしっかり熱を加えることに成功しています。発熱量の高い特別な材質の内釜ではないので、その分本体がコンパクトにできるのもポイントで、タイガーや三菱など他のメーカーの最上位モデルと比べるとややコンパクトになるので、場所を取りにくいのも地味に喜ばれる魅力だったりします。実は保温も上手なメーカーで、ミドルクラスは最大30時間、上位モデルは最大40時間美味しく保温ができるのも実は優秀な点です。保温したご飯の黄ばみやパサパサ感が気になる方にはおすすめしたいところです。毎日仕事で忙しくてその都度炊いてられないってお客様には美味しさが続くので喜ばれています。食感としては粘り気がある柔らかめのタイプです。日本米の粘り気やもちもちした食感が好評なご意見やネットの口コミが多いですね。ただ、我が家炊きメニュー搭載機種であれば好みの食感に調整していくことも可能。前回食べたご飯の感想を本体に入力できるので、使えば使うほど自分のぴったりな炊き方になっていきます。なので、標準的な搭載されているメニューじゃなく、我が家だけで炊飯している方も多いみたいです。店頭でも面白いねってよく言われるポイントです。なるべくコンパクトなサイズ感を求めている方や、もちもちからシャッキリまで自分好みのご飯を食べてみたい方、そしてまとめて炊くからなど保温時間が長くなりがちな方におすすめしたいのが象印の炊飯器になります。では最後、三菱。元祖高級炊飯器メーカーです。三菱が数年前に10万円ほどする本炭釜炊飯器を発売し、思いのほかそれがヒットした時から昨今の高級炊飯器ブームが始まったと言っても過言じゃないと思います。そんな三菱の特徴は、あえて圧力は使わないこだわりです。近年、各メーカーのミドルクラス以上の炊飯器には圧力機能がついているものですが、三菱には圧力 IH 炊飯器は存在しません。圧力を使わず、かまどで炊いたような一粒一粒がしっかり保水膜に包まれて、粒立ちのいいお米を実現しています。保水膜がしっかりしていると旨味が逃げにくいので、炊きたてはもちろんですが、お弁当や冷凍保存など時間が経って食べるって場合でも美味しく食べられるって意見が多いです。特に内釜に職人が一つ一つ削り出し、約100日かけて仕上げる本炭釜を採用したモデルも人気。炭自体の発熱性と遠赤外線効果、それに加えて吹きこぼれないように制御された連続沸騰で大火力をお米に与えて続けるのが特徴です。余談ですが、僕の知り合いのお米農家さんも三菱の炊飯器のファンです。デザイン面でも最上位モデルは丸みを帯びた形状、それ以外は四角いスクエアデザインです。特に四角いその形状を気に入ってご制約いただくお客様も結構いらっしゃいますね。女性のお客様からこのデザインかわいいとか、炊飯器っぽくなくていいなんて喜ばれることも多いなと思います。ちなみに蒸気レスモデルもあるので、実はバリエーション豊かなメーカーさんです。他にも超音波でお米の吸水を良くしたり、チャーハン用やタイ米用の炊飯メニューがあるので、料理に合わせた炊き方ができるなど、一味違った特色も実は豊富なんですよ。食感は全体的にシャッキリめの食感です。一粒一粒が程よく口の中でほどけてくれるので、粘り気はやや薄めだと思います。程よい硬さが好きな方におすすめですよ。おにぎりとかお弁当をよく作るご家庭にはいいんですよね。レンジで温め直しても美味しいんですよ。そんな三菱がおすすめだと思うお客様は、一粒一粒が立っているシャッキリめのお米が好きな方や、コンパクトで従来の炊飯器っぽくないデザインが好きな方ですね。チャーハンや中華粥など、お料理にぴったりなご飯がいいなって方にもおすすめしたいです。では今回のまとめです。今回は炊飯器メーカー別の特徴などをお伝えしてみました。
正直、炊飯器って家電の中でもメーカーの競争が激しい分野でもあります。独自の技術やこだわりがすごく出るので、お伝えしたい情報はたくさんあります。ただ全部喋るとすっごい情報量になるので、今回の動画でもだいぶ要点を絞ったつもりです。店頭でも店員ごとに好みや推しメーカーが違ったりしますし、種類も多いから迷いますもんね。ただ、その分メーカーや種類ごとの特徴ははっきりしているので、少しでも選ぶ時の参考になれば本当に嬉しいです。本日はここまでになります。ご視聴ありがとうございます。次回のご来店お待ちしております。